こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。すごくね、カラフルで素敵なイラストですよね。ヨーヨーさんの作品で、タイトルは放課後前。この作品は午後の教室で妄想にふけるキャラクターを描いたものです。私は台湾出身の高校生で、この絵を通して集中したいけど心の思考に引き込まれてしまう瞬間を表現したいと思いました。色合いは柔らかめで静かで少し幻想的な雰囲気を意識しました。背景の奥行きや光影の調整をお願いしたいです。キャラクターと背景がより自然に馴染み、空気感を保ちながら全体が調和するようにしていただければと思います。はい、ということでヨーヨーさん、添削のご応募ありがとうございます。とてもね、色合いが綺麗ですごく印象的なイラストですね。とても目が楽しくて目が引きつけられます。素晴らしいです。実はちょっとこのイラストには大きな反省点があると思っています。ご本人はね、コメントで背景が自然に馴染んでないとか、全体が自然と調和していないっていう反省点を述べていると思うんですが、僕はですね、実はそこは全然どうでもいいと思ってます。はい、自然な調和なんてね、このイラストにとっては全然どうでもいいですね。じゃあ何がこのイラストに足りないのかというと、このイラストの主題、妄想です。妄想が主題なのに、妄想が全く足りてないんですよ、このイラスト。だってね、見てください。この子の妄想を描いている部分、この左側のこの部分がそうだと思うんですが、ここにですね、漫画的な表現でこんな風にこう妄想のバブル、この妄想バブルの吹き出しを作って、こんな妄想してますってね、ちょっと説明的に書かれているだけなんです。はい、もうこのぐらいの妄想だったらですね、ちょっとね、視線をこうノートに落とすだけで簡単にね、振り払うことできそうじゃないですか。はい、全然妄想が足りてないです。背景との調和、そんなのどうでもいいです。ヨーヨーさんはもっと妄想を膨らませてください。やり方を教えます。この動画を見ていただければ、なんかやりたいことあるんだけどイラストにすると控えめになっちゃうというお悩みを払拭して、妄想を爆発させたイラストが描けるようになると思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速いってみましょう。はい、まず最初に僕がやりたいのはですね、こうですかね。はい、もともとですね、妄想をこのように吹き出しのバブルのように書いていましたが、この妄想バブルを主人公の周り一体に広げちゃいます。よくですね、このキャラクターは妄想してますよ、こんな風に思ってますよっていうのを漫画的な吹き出し表現ではこんな感じで書くじゃないですか。これはですね、漫画としてはいいんですよ。漫画ってこう限定的な小回りで一発で情報が伝わることが大事だし、その妄想の内容はね、別のコマ、別のページで何コマも書けるので、1枚でね、この妄想の内容全てを伝えきることって別にいらないんですね。だけどイラストの場合はですね、どのくらい妄想が広がっているのかっていうのを1枚の中にギュッと収めつつ世界観を広げなければいけません。そうなった時に漫画的な吹き出し表現だけで収めてしまうと、ちょっとね、こうこじんまりとしすぎちゃうことがあります。そんな時には主人公の頭周り全部を使って、もうここ全部主人公の妄想世界ですよってね、現実の世界に妄想をねじ込んじゃう、そういう見せ方をするとのびのびと妄想世界を展開することができます。はい、主人公の周り全部妄想なので、この手前の部分にもね、こうバブルを飛ばせていきましょう。はい、こんな感じ。こうすることで、ここから上は主人公の妄想世界、そして背景は現実世界という切り分けをしつつ、妄想世界の領土を自然と広げることができました。でそしたらここに、もともと書かれてたこれなんだろう。オレンジなのか人参なのかトマトなのか、ちょっとわからないんですが、オレンジ色なのでオレンジくんと呼びましょう。オレンジくんとヘビくんを書き足していきます。
はい、こんな感じ。妄想の領土を広げたことで、小さな吹き出し窓にとらわれずに、のびのびと描くことができるでしょ。はい、剣を持ってね、戦おうとしているのもいれば、蛇を見てびっくりしてね、逆さまになっているオレンジくんもいる。主人公の頭の上に乗ってリラックスしているのもいれば、落ちそうになってね、うわーってこう、慌てふためいているのもいると。こんな風に妄想を現実と絡めることも、このやり方ならできてしまいます。ね、面白いでしょ。ちょっとね、まだ当たりだけなので、もう少し陰影とかを書き込んで仕上げてみますね。やってみます。はい、こんな感じ。オレンジくんたちに陰影を書き込むことで、妄想の存在感がぐぐっと高まったのがお分かりいただけると思います。はい。でね、オレンジくんを書き込んだところで、少し背景のバブルの書き込みもアップした方が調和が良くなると思うので、もう少しだけ妄想バブルの書き込みもやってみます。はい、こんな感じ。あとさらに、ここが妄想の領域だよって分かりやすくするためには、ここの境目にね、何か区切りになるような線か何かを書いてあげても伝わりやすくなると思います。例えばこうかな。はい、虹色のモヤモヤを追加してみました。ここがね、一層カラフルになるので、より現実世界との区別が分かりやすくなりますよね。はい、右側にも同じく虹色を追加してみましょう。はい、こんな感じ。あとはですね、こう、収まらない妄想をもっと表現するために、体からもね、ここら辺の体からも妄想バブルがこう、ふわーっと広がっていく感じ、もう少し追加してもいいかもしれません。はい、こんな感じです。すごくね、細かい工夫ですが、どうやったら妄想が広がっていく感じが表現できるのか、こうやって事細かにワンステップワンステップ積み上げていくと体感的にわかるでしょ。はい。あとですね、ちょっとこれはもったいないと思ってしまうかもしれませんが、妄想世界とそうじゃない現実の世界の区別を分かりやすくするという意味では、こういう工夫もありかもしれません。はい、背景の人の鮮やかさをあえて落としました。もともとね、背景こそすごくカラフルに描かれていて、ここ綺麗だなって思った一つの要因ではあったんですが、カラフルな部分イコール妄想、色が落ち着いてる部分イコール現実という構造を作った方が絵としては分かりやすくなるので、ここはね、ちょっとね、取捨選択難しいと思うんですが、今回は分かりやすい構造の方を選んでみます。もちろんね、背景までカラフルにする演出方法、描き方もあると思うので、それはそれで作者さんどのようにすれば背景もカラフルにして自然と妄想を溶け込ませられるのか考えてみてください。さて次に行きます。ちょっとですね、この絵もう一つ分かりにくい部分があって、それがこの人形の存在です。この子実はですね、この人形を見て、で上に浮かんでいる妄想を膨らませているっていう状況なんですよ。でそれがちょっとこう一見分かりにくいので、なんとなく印象が散漫になってしまっているというのがあると思います。なのでここを分かりやすくしていきます。まずはこうしちゃいます。はい、画面を下の方に少しだけ伸ばしました。普段はですね、画面の比率を変えることはあんまりしないんですが、この絵の場合、こうした方が簡単なので、ちょっと今回はそうさせていただきます。画面の比率どうしても変えたくないっていう場合には、絵全体をこう縮小して、で、周りの部分を書き足していく必要があります。状況によってどっちか選んでくださいね。そしたらまずはですね、水筒の角度を調整します。はい、ここも細かいですよね。このように水筒をちょっとだけ傾けてパースをかけることで、少しだけ広
角レンズで撮っているような効果が生まれますので、主人公は見ている人により近く、背景の人はより遠くに感じます。これによってカメラにより近い部分が妄想世界、カメラに遠い部分が現実の世界というように、ここでも現実の世界と妄想の世界の世界観を描き分ける強調表現になりますね。そういう細かい部分を積み重ねていくことは結構大事です。さて、追加した部分加筆していきましょう。はい、こんな感じです。さて、ここでめっちゃ唐突なんですが、始まりました。意外なことで絵柄が確立できる文字の省略の仕方解説ということで、すっごいマニアックな解説していいですか？ここのですね、この文字の書き方、省略の仕方なんですが、文字ってですね、実はイラストの場合、一個一個しっかり書かない方が良くて、このように蛇のようにぐにゃぐにゃーっと書くことがあります。例えばこのようにしっかりと文字を文字として書いてしまうと、ほら、文字自体がめちゃくちゃ気になってしまって、絵にね、目がいかなくなってしまうじゃないですか。なので、文字はこのように蛇みたいにぐにゃぐにゃっとして書くっていう省略の仕方をよくやります。で、この省略の仕方にも、実はその人の個性って宿っていて、僕が今回書いたのはね、実は黒星紅白さんのスタイルですね。黒星紅白さんはこんな感じでですね、蛇っていうよりはバネとかコイルみたいな感じの文字の省略の仕方をします。かなりね、マニアックな見方だと思うんですが、この文字の省略だけを見て、あ、この絵黒星さんの絵だなって僕分かっちゃいます。ちなみに僕の文字の省略の仕方を解説すると、こうやってまっすぐの線を描いて、ところどころこうやって途切れさせていきます。そしたらね、この中をちょん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 とこう、ところどころ細かく消していて、はい、これで斉藤直樹風省略文字の完成です。今回はちょっと黒星さんの省略文字を解説したかったんで、あえてこの書き方で書きました。文字の省略の仕方も意外と絵柄の確立に役立つので、意識してみてはいかがでしょうか。さあ、それと最後、ちょっと気になるのが、目かな？妄想を膨らませている目なので、もうちょっとキラキラさせても絵の内容に合っていいかもしれません。やってみますね。はい、こんな感じ。上を見上げている感じ。それと、遠くじゃなくて近くを見ているような感じ。これを意識することで、自分だけの世界観に浸っている感じを表現できると思います。それと、少しだけ目のキラキラも増やしてもいいでしょう。はい、こんな感じ。そして、鼻と口ももう少しだけ調整します。はい。といったところで、今回の添削は以上となります。ビフォー、アフター見比べてみましょう。こちらがビフォー。そして、こちらがアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか？全体のね、この色味、印象はそのままに、妄想がね、ボワワワワーンと広がっている感じがお分かりいただけると思います。今回は控えめだった妄想世界をイラストに馴染むようにダイナミックに広げるやり方について解説しました。どうしても漫画表現をそのままイラストに持ち込んでしまうと説明的になりすぎてしまったり、こじんまりしすぎてしまうっていうことが起きがちです。そういう時には吹き出しの役割だけを保ちながら、それをイラストにどうやって馴染ませていくのかという部分に頭を使ってみると、それが表現の豊かさにつながっていくと思います。ぜひ今回のポイントを意識しつつ、自分独自の表現を模索していってくださいね。それと今回は書き込みのやり方については具体的に触れませんでしたが、絵の密度を増やしたい、書き込みのやり方を具体的に知りたいという人はですね、こちらの動画気まぐれ添削210ですね。この動画の木のやり方を一度やってみるとですね、密度を増やすってどうすればいいのか体感的に分かっていただけると思います。木だけじゃなくていろいろなものの書き方に転用できるやり方だと思いますので、興味がある方はぜひこちらの動画もチェックしてみてくださいね。それでは最後にあのコーナー、気まぐれじゃんけんのコーナーです。いきますよ。準備はいいですか？気まぐれじゃんけんじゃんけんポン。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。